こんにちは。モーポーチャンネルのインターナショナルニュースプレミアム。この番組は海外にも放送するので、私、司会のアデイトは皆さんに英語を変えながら伝えしてまいります。dmm.com、JustinTV、BlogTV、Ustream、ニコニコ動画、YouTube でもご覧ください。いつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁聴導員大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news, of course, the elections that are going on in United States. ちょうど今、ニューハンプシャーで、投票が行われて、はい、全く50対50、五分と五分という、大接戦の模様が伝わってきています。はい、一部サンデーの後の対策がオバマの方が、支持率が高いと言われて、ロムニーに差をつけたと言われているけれども、はい、まだこの勝負はわからない。50対50、5対5、はい、という感じだから、はい、オハイオといわゆるフロリダと、アイオワと、はい、ウィスコンシン、この辺のところがどっちに傾くかがまだわからないから、はい、こっちの地域を数集めた方が勝利するであろうと、はい、だからアイオワ、オハイオ、ウィスコンシン、フロリダが注目されるところだと思います。はいはい。The elections are going now on in United States, and we know that most of the states already decided, but there are those swing states like Ohio, Wisconsin, and Florida, and basically it's going to depend on the very few people who are now swing voters and are still undecided. So the election is going to come down to the point of what is Ohio, Florida, and Wisconsin going to do. And yes, we hope the best for President Obama. そして、女性とか女性に対してロムネイの、ロムネイがやりたことはとても厳しいみたいだし、また、今のロムニーは同性愛は禁止すると言ってるわけ。そうですね。同性愛、オバマは同性愛を認めると言ってるわけ。はいはい。オバマがホモだから。ホモじゃない。いや、オバマはホモなんだよ。だから同性愛は OK と。ロムニーはいわゆる保守派というかカトリックの厳しい戒律を守ろうとしてるから。厳しいというかすごいセクタリアンな、とんでもない宗教ですよね、そのモルモンが。だから厳しくやるから、はい、その妊娠の場合の問題、はい、妊娠中絶の禁止と、ね、同性愛とかそういうものはけしからんと。そうですね。で、レイプの場合も、そういう子供を下ろしちゃいけないとか、それはそれはロムニーが言ったんじゃない？言ってました。最近は変わってるけど、最初はロムニーと彼の周りみんなは、ぜひそういう子供も産んでください。それは神様がそういうこと欲しかったとか、ありえないこと。それは一上院議員が喋って問題になってるんだけども、はい、レイプの子供でも神の授かったものだと。はい、これは宗教的な教えでそう言ってるんだろうけどもね、いわゆる新しいその勢力は初めての大統領ですから、期待できる面もあるかもしれない。しかしオバマは4年やったわけ。4年やってノーベル賞ももらったわけ、はい、なぜノーベル賞もらったというか、これは全世界から、はい、ニュークリアワポン
これ全部禁止するところです。はいはい、ニュークリアワポンを全部禁止する。ところが全然禁止何にもしていないわけだし、アフガニスタンにまだ米兵がおるわけだし、イラクからは引き上げたけれども、まだまだネオコンのコントロール下でオバマは泳いだわけで、ね、ネオコンを一掃するどころかネオコンと共にやったという。で、ロムニーはさらにその軍を、増えると言いますね。ロムニーはさらにネオコンにコントロール。強いアメリカを作ろうと。はい、そして、強い経済を作ろうということ、強いドルを取り戻そうということです、ね。はい、それから強い教育をしようということを言ってるわけです。だから今アメリカの教育は本当に今ディストロイになっている。もうろくの公立学校、パブリックスクールは、全く先生がひどくなっている。ティーチャーが非常にモラルダウンしている。モラルハザードを起こしている。はい、これをロムニーは変えるとこう言ってるわけね。だからその4年やったオバマは、何もできなかったじゃないかと。だから交代して俺にやらせと。俺ならやるよと。だからそのどっちを選ぶかの問題だ、ね、失業も多いと、だからオバマは大統領に4年前になるときには、私が大統領になれば全アメリカ人は就職職はジョブは、全部得ることができるよと、彼自身、ロムニーはマサチューセッツっていうエリアのトップだったで、そのマサチューセッツを全然うまくマサチューセッツのリーダーとしてランキングだと一番47番にすごいとてもランキング低かったロムニーがその自分のマサチューセッツを、リーダーとしてうまくなかったし、その自分の会社をばらして中国でもうほぼ30万人の人たちを中国でハイヤーして、それで経済にも良くなかったし、ですからみんなだから海外の人たちはロムニーとても嫌いみたいな、そういうね、そういう言ってることと実際やってたことはとても違ってね。いずれにしても日本もこういう民主主義の選挙っていうのは、はっきり言ってストロングリーダーが現れてこないということですね。ストロングリーダーはなかなか難しいと、プーチンみたいな、独裁的ストロングリーダーは非常に、現れにくいのが選挙なの、そして選挙じゃ負けるわけだ、ストロングは、ね、でいい加減な詐欺師みたいなやつが勝つわけ、詐欺師が。The next point is in Russia. In Russia, the Russian Navy headquarters has been moved to St. Petersburg. このいわゆるロシア海軍省の本部はモスクワにこれ100年ぐらいあったわけだ。それを今回プーチン大統領は、サンクトペテルブルクに移したわけ。このいわゆる移した場所が昔の、100 years 前の、ピョートルが作った海軍のビルディングに移したわけです。ということは、ちょうどその頃に日本とロシアが戦争したわけだけども、日本とロシアが戦争した時の本部は、サンクトペテルブルクにあったわけ。そういう意味で、プーチンはですね、自分の生まれた、自分の育ったサンクトペテルブルクにロシアの海軍基地を設けるという、そしてこれからヨーロッパに大きな影響力をネイビーの力とともに作っていこうというね、意気込みがそういうふうな海軍省の本部を移すことになったんだと私は思うんです。だから非常にこのレニングラード、サンクトペテルブルクはレニングラードの時代にドイツによって包囲も食らったわけです、3年間みんな食事がなかったわけです。
何を食べたか。猫を食べた。すごい。猫が多いわけ。なぜ猫が多いかと。エルミタール美術館というのがあって、このエルミタール美術館のミュージアムにはたくさんの色の絵がいっぱいある。それをネズミが食べるから。それで、ロマノフたちはエカテリーナ2世っていう、エカテリーナ2世の時にこの美術館にたくさんのエカテリーナ2世が絵を描ったわけ。美術品を。その美術品を猫が食べるからエカテリーナ2世は、ネズミが食べるから猫を入れればネズミが逃げると。言って、全国から猫を買い集め、猫いっぱいを飼ったわけ。すごいですね。だからエルミタール美術館には猫ばかりの人が働いてるわけ。猫の家が、猫の住まい、猫が寝るところは100カ所ぐらい作ってるわけ。猫の餌をどんどん毎日与えてるわけ。だから、猫がたくさんおる。だからそのよってエルミタールの美術品はネズミから守る猫が、たまたヒトラーがこんな3年間レニングラードを包囲したわけです、サンクトペテルブルクの人たちは食べ物がなくなったと、そのいっぱいおる猫を食べたわけ今度は。とてもハードな、猫によって今度は栄養を取れて命が助かって、たくさんの人死んでるけども、猫を持ってる人は猫で助かって、で今度はまたヒトラーが敗れてドイツが帰って、絵がまた隠してた絵が帰ってきた時に、うわーっとネズミが集まってきた今度は、猫がいないから、猫がいない時にはネズミがものすごく集まる、増える。それでまたサンクトペテルブルクは猫をどんどんまた全ロシアから集めて、いまだにエルミタージュには猫がいっぱいいてるわけだ。猫屋敷。すごい面白いですね。Putin was born in St. Petersburg, former called Leningrad city, and so of course he feels a loyalty for this city where he was born, very famous, beautiful city, and well known for the Hermitage Museum. Is something like Louvre in Paris. There are many famous paintings there, and this museum Hermitage used to have a huge collection of very valuable paintings. And at that times, when the Germans took hold of Leningrad, how it was called at that time, there were many rats who were feeding on those paintings, and so the city decided to defeat the rats with cats, and they brought in from the entire Russia cats to eat and kill the mice. And it was successful, but then the city, during the war and during the German occupation, they were really starving, the economy was bad, they had nothing to eat, and for 3 years the people survived on cats, so they had to eat those cats in order to survive. And like Sosai Chodo Daikaku tells us, after that, again, the war finished and many paintings were returned to the museum, and the rats started to come again and be in huge numbers, and they had again need to bring many cats from all over Russia. And right now, the Hermitage Museum has a lot of cats housing, and probably it's more of a cat city. And so Putin, with this entire history, he brought the headquarters of the Russian Navy to this city, and it's in the building where the King Pyotr used to have the navy that he created. He was the one to create the navy of Russia. And this strong patriotic feeling of Putin, we can see it in this move. Next, Sudan.
in Sudan there was an attack by the Mossad and explosions. 10日ほど前に、はい。スーダンのいわゆるケミカルファクトリーの大きいファクトリーが爆発したわけです。はい。たくさんの死亡者が出て、大損害を受けたと。はい。でそれをきっかけに、スーダンはイスラエルのアライアンスを結ぶためにスーダンをプロテクトするイランからのネイビーのビッグシップを、はい、軍艦を軍のボート、はいはいはい、これを呼んで、はい、それでイスラエルと戦う準備をするというすごいですね、こういうプレゼンスを作ったわけですね、はい、だからイランとスーダンがアライアンスする、敵はイスラエルだと、こういう中東における新たな動きが今出たということですね、はい。More than a week ago, there was a huge explosion in the chemical factory in Sudan. And after research, they found out that the culprit for this is Mossad, and this fraction is from Israel. And so Iran decided to send battleships to protect Sudan. And it's right now there is this bond in between Sudan and Iran against the common enemy, which is Israel, and that's what's happening there right now. Next, East Timor, the small East Timor country. イーストティモールの紛争の後、はい、ユナイテッドネーションが治安を社会のカントリーの東ティモールの、はい、治安をコントロールするポリスを、はい、全部まだ東ティモールにはポリスシステムができてなかったから、はい、国連のメンバーによって警察管理をやったわけですね、国民をコントロールしたわけです。もう戦ってごちゃ問題がいっぱい発生してたから、それをユナイテッドネーションのポリスグループによって管理されてた、でそれが2005年から今2012年で、はい、6年7年をやって、はい、一応落ち着いたから、はい、今ここはコーヒーも今どんどん作ってるわけ、ティモールは。コーヒーをどんどん輸出も始めて、はい、国としての経済的基盤もできて、そして、治安も落ち着いて安定してきたから、ユナイテッドネーションはもう引き上げる、変える、はい、そして地元のメンバー、地元のポリスの人たちによって、はい、国をきちっと治安管理をする、こういうことになったということで、はい、東ティモールのこれからの独立国家としての、繁栄が期待できるという一つの表れでしょう。はい、そこの宗教はどうになってますか？イスラムとかそういうまたキリストとイスラムのそういう喧嘩始まると。まあ一応東ティモールはイスラム教が多い。はい。キリスト教もあります。キリスト教。East Timor used to have a lot of revolts in the country, and so the UN members came there and were kind of like the police of East Timor. They didn't have their own policemen. It was UN members who came to keep the country at peace, and this was in 2005. And nowadays, these unrests are calming down, and the economy is getting better. So the UN is backing off, and they are getting out of East Timor, and East Timor is going to be independent, and they are going to be on their own. We are going into commercial and see you after the break.
子です。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で、世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に製造メーカーシュメイドンさんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はヌーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。Welcome back. Next topic, in Afghanistan, in Kabul, they were holding a boxing title match. カブールで、先週、プロボクシングの、タイトルマッチが開催されたんだけれども、カブールでは、ここ十何年間はボクシングを禁止してたわけ、タリバンが。タリバンは、まあ、そういう宗教上の、非常に保守的な厳しい戒律を押し付けることで女性の権利を抑え、そうですね、スポーツの自由も抑え、ね、イスラム原理主義を貫いてきたわけです、イスラムの原理主義を。で今回はまあ新しいその米軍 NATO 軍が帰った後は、今の新しい国づくりをするということで、タリバン時代ではないぞということを表現するために、そのデモンストレーションの一つとして、プロボクシングのタイトルマッチでやって、でタリバンの人たちも反タリバンもみんなが一緒に楽しもうという一つの自由フリーダムを標榜するイベントであったと、こういうことを狙いにやったということですね。その選手はアフガン人で、ヨーロッパのボクサーになっててドイツで活躍していた人なんだけど、それが、カブールで試合をやって、まあ、これからは私ジムができるんじゃないかね、ボクシングジムがで、カブールでもボクシングのいわゆるイベントを行うと、もちろんアマチュアはあるわけだから、まあ、選手のアマチュアの層があるから、プロとしてまた、プロボクサーが増えてくる時代が来るだろうと思いますね。空手とかはどうですか？空手もね、もうずっとタリバンにも教えてるし、タリバンの人ってね、一般の人にも教えてますから、空手の人口はアフガニスタンはかなり古くからありますもん。タリバンも空手は反対してない。そうです。我々の仲間が教えてたから。So, because Afghanistan was led by the Taliban, Talibans were against sports, types of sports. They were, of course, we know that they are keeping the women very underdeveloped, and so they are. Same thing was with sports, with boxing. It was not allowed in Afghanistan. But now, a former Afghanistan citizen who lives in Germany and is probably famous boxer went to Kabul, and they held official title match for boxing. So of course there are unprofessional boxers, they still had, but now it's official, and they're going to have more title matches, and boxing will be taught again. And this is just to show that they are open to
the world ideas, and they are not sticking to the Islamist beliefs. And so it's not that under Taliban they want to show that they are international. And so, of course, karate has been practiced in Afghanistan for long ago because they are respecting karate very much. So it's an old sport. Next, François Hollande, the French Prime Minister, met with Netanyahu of Israel. 去年、から今年にかけて、反極右の人テロリストによって、はい、ユダヤ人学校がユダヤ人ジュリッシュのスクールが襲撃される、アタックされて、生徒が殺されると、それに対してフランスガバメントは、ユダヤ人を守りますという宣言をしてたわけ。ユダヤ人をプロテクトしましょうと。で、今回ネタニヤフがパリに来てオランドと並んで、そしてユダヤ教のミサに出て、ネタニヤフとオランドが絶対にユダヤ人はフランス政府は守りますと約束をしたわけ。フランスにおるユダヤ人はフランスのガバメントが守りますと。ほんでネタニヤフも喜んでね、まあ皆さんユダヤの社会の人々はフランスにいてこれから安心して暮らせますよと、フランス政府とイスラエル政府が手を合わせてあなたと守りますというスピーチをやったわけですね。で、オランドも私たちは責任持ってユダヤ人を守りますから安心してくださいと言って、学校の周りにはフランスの兵隊がプロテクトしてるわけだ、ユダヤ人を。それじゃもう極右のネオの人たちやナチの人たちも攻撃には来れないだろうということで、ユダヤ人は喜んでいると。だからこれ新たにイスラエルとオランド政権との友好関係のいわゆる提携が、出来上がったということです。In France, there are groups of neo-Nazis, just like in other parts of Europe, and those nationalist people are sometimes targeting the Jewish people, the French Jewish people. And recently there were attacks, as we know, where Jewish children were killed. And so François Hollande promised to protect all the Jewish people of France. And Netanyahu went to Paris and appeared even at the synagogue at the Mass, and he and François Hollande shaking hands were saying that are going to do everything to protect the Jewish people and the Jewish children in Paris, even if it means to have soldiers outside the facilities to protect them. And the relationship in between Israel and France has been strengthened with this visit. Next, Russia is aiming at a new academic strategy in the world. まあ国家の発展は、その国の指導者の人材によって決まるというのは、もう当然当たり前のことなんだけども、ロシアもモスクワ大学をはじめ、いろんなユニバーシティがあるわけだけども、まだ世界のランキングで言えばハーバードだとかケンブリッジだとか、ソルボンヌだとか、ね、そのトップクラスに比べればモスクワ大学もちょっと落ちるわけです。
ロシアはいわゆるアカデミーで世界一を目指すと、はい、プーチンが言ったわけ。はい、だから今ロシアにある5つの大きな大学、モスクワ大学をはじめ、はい、これを世界のトップランキングにするという宣言目標を立てたわけです。はい、プラスいわゆるアカデミージェネラルユニバーシティを作ると。アカデミージェネラル、はい、そしてそこでアカデミーオリンピックをやると。学問のオリンピックをやると。はい、そしてノーベル賞をいっぱい取ると。はい、いう、まあ一つのエデュケーションというか、まあ、教育大改革をやると同時に、今ある大学のレベルアップをして、はい、そして金銀銅メダルを取っちゃうと、世界の大学のオリンピックで、はい、アカデミーオリンピックで、はい、そういうプーチンの意気込みを、まあ、発表したわけですね、先週。はい、だからますますロシアおよびユーラシアアライアンスの勢力というものが、はい、世界で大きく拡大する、そのための人材が、そのトップユニバーシティからどんどん生まれてくるだろうと。はいね、ますますロシアは強くなっていくと。強くなって、まあね、そういうフランスのソルボンとか、アメリカの MIT とかに、あとまたハーバードとかスタンフォードに勝つような、素晴らしい大学を、作り上げる。必ずできると思います。はい。So another policy of Putin is to establish great universities in Russia to make Russian universities to rank as high as the other universities in the world, to be rivals to Harvard and Stanford and Sorbonne. And this is a very amazing step that he's doing, and like Sosai Choden Daikaku tells us, it's going to be very powerful for Russia's future, for the motivation of their people, and a lot of research is going to happen in those universities. It's going to be academic general university, a united huge university, and we should look forward for this. We thank you for today and see you next week. これからも、日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。